お久しぶりです。ここ最近、仕事はそこそこ忙しく、会社と家の往復の日々を過ごしています。暮らしはというと、絶賛賃貸生活を続けています。働けども、給料が家賃というサブスクリプションに溶けていきます。今まで家賃に払ってきた額は1000万円を超えています。所有物でもない賃貸にお金を払っている状況を当たり前のように考えていましたが、この数字に直面すると、家について考えを改め直そうと思いました。このご時世、家を購入せず、一生賃貸で暮らす人もいます。40代、50代独身で 1K 生活を謳歌していると見てきたので、ゆくゆくは自分もこういう独身男性になるんだろうなと、地獄の未来予想図を描いていました。ただ、ここ数年で価値観や取り巻く環境も変わってきました。リモートワークも増えて、会社の近くで暮らす必要もなくなりました。作業環境を快適にしたい。静かな場所に住みたい。様々な思いを巡らせた結果、晴れて自宅を購入することとなりました。本日は4000万の負債を抱える代償として、マイホームを手にした社畜の数ヶ月にわたる記録をお届けします。まさか自分の人生で家を購入する日が来るとは思ってなかったので、ほとんど知識のない状態の住宅探しで難航の連続でした。手続きの流れやかかった金額を赤裸々に話しますので、住宅購入を検討している方の参考となれば幸いです。思い立ったら吉日です。すぐさま、スーモで物件の検索を始めました。そして気になる物件をポチポチ使用請求しながら情報を集めました。この時点である程度の現実と向き合います。住みたいエリアで希望のスペックを入力するのですが、思った以上に金額が高く、どれも手が出ませんでした。身の程を知りながら、僕のような庶民でも手が出る範囲の物件に絞ることにしました。さらに、諸経費も必要となるので、想定したい金額よりも500から600万は高くなりました。諸経費込みでの金額を想定して、物件を探し直すことにしました。ここで見栄を張ると、ローン時刻になるので、謙虚な姿勢で物件選びに挑みます。そして、不動産に物件を紹介いただいて、いくつか内見しました。物件は 3LDK を中心に見ていきました。将来的に世帯を持つ予定のため、すべて詰め込める間取りにします。マイホーム購入後は、未来の自分がライフステージを進めてくれるはずです。2ヶ月ほど悩み倒した結果、物件を購入することを決意しました。その後の流れとしては、買い付け申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約、住宅ローン本審査、残金決済、所有権移転登記を経て、引き渡し完了となります。契約の各所で必要書類があったり、確認事項の説明を受けたりと、時間もお金も多大にかかりました。特に売買契約では、必要書類の他に手付金として数百万円の現金を持っていく必要があったので緊張しました。移動中にひったくりにあった瞬間、人生が終了します。念願の我が家を購入したので、
家に設置する家具を購入しに来ました。IKEA に行けば必要なものはほぼ揃います。今まで人間らしい暮らしができていなかったですが、ここで家具を揃えて人間となります。IKEA にはどこを見渡しても家族連れの幸福度の高い人しかいません。他にも後日、家電量販店で冷蔵庫とエアコン、家具メーカーでキッチン台とテレビ台を購入しました。家具や家電、もろもろ込みで80万円かかってしまいました。あまりの出費に心が震えます。この日は残金決済です。賃貸であれば、こちらの都合で日程を調整できましたが、家の購入は手続き関連が平日に行われるので、日程調整がかなり大変でした。気合で有給を取ってカフェで作業して、その足で残金決済の手続きをしてきます。不動屋さん立ち上げのもと、諸経費を振り込むのですが、スマホから数百万のお金を振り込んでいきます。指一つで動かしていい金額ではないです。こうして度重なるストレスを感じながら、社畜は我が家を手に入れました。この会社への通勤経路も最後となります。引っ越しは明日に予定していますが、荷造りは全くできていません。仕事を早く終わらせるために、朝一で出社しました。誰もいない会社は快適です。定時での退勤を目指します。結局帰りが遅くなりました。急いで家へと戻ります。荷造り開始です。この家に全く思い出はありませんが、綺麗で快適な物件でした。床を傷つけないように慎重に作業を行います。ついに引っ越し当日です。まだ荷造りは終わっていません。9時に引っ越し業者が来るので、それまでに荷造りを終わらせます。5畳の部屋に大量の荷物が眠っていました。いつか使うかもと思いながら残しておく習性があるので、いつまでも物を捨てられません。新居では心を鬼にして断捨離したいです。デスク周りも片付けます。配線は毎回ぐちゃぐちゃです。無事、荷造り完了です。あとは引っ越し業者を待つのみです。
搬出も終えて新居に到着しました。ここが僕の作業部屋です。4畳しかないですが、いい空間です。部屋は狭ければ狭いほど居心地がいいです。引っ越し業者が来る前に床掃除をします。この掃除具合によって今後の暮らしの快適さが変わってきます。いろんな人が内見で訪れていたためか、床に若干の汚れがついていました。これから一生ここに住むと思うと、掃除にも熱が入ります。搬入が始まりました。搬入完了です。実質の荷物だけで15箱あります。高速で荷ほどきも済ませます。4畳の空間に気合でねじ込みます。地獄の配線周りも整えます。配線の乱れは心の乱れにつながるので、丁寧に整えます。社畜の仕事部屋が完成しました。棚もきれいに整頓できて満足のいく仕上がりです。明日以降も少しずつ部屋を整えていきます。その後の暮らしはというと、ベランダを整えたり、家具を新たに購入して設置していました。平日はアクセク働いているので、土日に時間を見つけて理想の我が家を作っています。家の購入でかかった費用ですが、もろもろ込みで5500万はかかりました。幸いにも今まで仕事しかしてこなかったので、頭金を多く払うことでダメージを軽減しています。家を買った今だから思いますが、人生何があるかわからないので、貯金と資産運用しておいてよかったです。貯金こそ正義です。そして新居で暮らしてから1ヶ月の月日が流れました。夏の日差しが心地いいです。新居でも変わらず朝のコーヒーを入れます。そして土曜日でもデスクへと向かいます。人生で最大級にでかい買い物をしたので、残りの人生は働くのみです。家を購入するか、それとも一生賃貸生活かは議論が分かれるところですが、転勤や特別な理由がない限りは
家を買ってもいいかなと思っています。しかも今回、僕が組んだローンはがん断診にしたので、もし僕ががんと診断されたり、死亡した場合は、ローン返済が免除されます。自分の命に数千万の価値があると思うと、少し気が楽になった気がします。とはいえ、大きな病気にならないに越したことはないので、これからも健康に気を使いながら、仕事を頑張ってコツコツとローンを返済していきます。本日もご視聴ありがとうございました。